は、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙と花紙を使ったピンク色の薄玉を作ります。折り紙を準備します。これを半分に折り、さらに半分に折って四つ折りにします。4つに折れたらセロテープとか、あとガムテープとかのですね、真ん中の丸をこの内側に合わせて、少しね、丸の方が若干大きいですけれど合わせて、でこれに合わせて丸を書き入れます。こんな感じ、ギリギリちょっとね丸の方が出ちゃうぐらいで、これに合わせて紙を切っていきます。ちょっとね丸の方が大きい感じなので、少し内側を切るぐらいがいいかなと思います。そんなにね綺麗に切れてなくて大丈夫です。だいたいこのぐらいの丸に切れてれば OK です。丸く切れましたら半分に折ります。でさらに折っていきたいんですが、さすがにちょっとね折りにくいので、厚すぎると2枚ずつぐらいに分けていきます。でこれを真ん中あたりから紙を持ってきて、同じ三角形が2つできるように折ります。そうしましたら反対に向けて同じように三角が重なるように折ります。桜の花びらの形に切ります。いきなり切っていただいても構いませんが、少しラインを引いてみます。こんな感じで、この途中の真ん中のあたりから丸く上に出していって、ど真ん中に桜の花びらの先の切れ込みみたいなのを描いておきます。でこの通りに切っていきます。広げると今2枚重なっているので、2枚このような形ができました。でこちらの2枚も同じように作っていきます。桃の花をイメージするときには、真ん中をそのまま丸く切っていきます。花びらを5枚にして立体的にしていきます。折り目の一つを中心まで切り込みを入れて、このように1枚重ねていきます。接着剤は何でも構いません。花びらのところの根元にちょっとだけつけてもらって重ねるようにしてみます。お花はこのままでも構いませんが、鉛筆やお箸などで少し花びらの先を曲げてあげると、後でひらひらといたします。お花紙でくす玉のベースを作ります。8枚ずつ重ねたものを2セット準備します。この2セットは同じように作ります。まず半分に折ります。でしっかり折り目をつけましたら広げていただいて、で先ほどの折り目に合わせて上下を持ってきて、また上下に同じように折り目をつけていきます。これで谷折りの折り目が3本つきました。そうしましたら一番下のここを山折りになるように半分に折ります。あとは同じようにここも間に折り山が来るように
さらに半分に細くしていくイメージですね。畳むように折っていきます。そういたしますと、このように蛇腹折りに折れます。折れましたら、半分のあたりのところ中心に輪ゴムをかけて絞ります。輪ゴムの大きさにもよりますが、3回ぐらいくるくるっと巻きつけて、このようにキュッと絞ります。花びらの形に切っていきます。この両側がお花紙の端っこになる方、こちらをちょっと上に向けていただいて、でこの辺りからくるっとカーブを描いて切っていきます。でこの長さはくす玉の大きさによります。大きくしたい場合は端の方から、ちっちゃくしたい方は少し間を空けて切るといいかと思います。ここからハサミを入れていって、カーブを描くように滑らかに切り落とします。で同じ長さぐらいのところから同じように切っていきます。切れましたら、この重なっている部分を広げていきます。このように4つの花びらの塊に広げていきます。でこう広げましたら、さらに花びらになるように剥がして起こしていきます。で今8枚重なっているので、2枚ずつぐらい起こしていくといいかと思います。もちろんね、1枚になったり3枚になったりしていただいても構いません。2枚ずつになるといいなぐらいの感じで起こしていきます。で破れやすいのでね、そーっとで根元の方までしっかり上げていって、でこのように2枚ずつすべて上げていきます。花びらがすべて起きました。このような形になります。でこれを2セット作ります。くす玉のふさふさと上に吊るす紐をつけていきます。で今回私はリボンを用意しましたが、紐でも何でもいいかと思います。もうお好みの長さにして、今このように、4本に折った感じにしました。でこの折れたところですね、先ほどのこのくす玉のベースのゴムに通していきます。で半分ぐらい通ったところでこのようにしておきます。でもう一個上から吊るす紐をつけていきます。でもう片方のベースのくす玉のベースのやはり同じように後ろからゴムを引き出していって、でここの間に紐が通るようにしておきます。片方は房のリボンが出てます。で片方は吊るすためのリボンが出てます。でこの2つを今から貼ってくっつけていきたいと思います。で適当に、水のりや木工用ボンドみたいなものを、ベタベタと塗っていただいて、こちらもちょっと塗っておきましょうかね。でこうしましたらリボンは上に向くように、
ごめんなさい、吊るす方ですね。吊るす方のリボンは上に向くように、そして房になる方は下になるように2つを中心同士で合わせてくっつけていきます。ペタッと。薄い紙なのでね、本当に簡単にくっつけれます。で、真ん中のゴムのところもギューッと指で入れて押さえると、もう本当に簡単にくっつきます。で、これで下の方は房ができて、上の方は吊るすための紐ができてます。で、房の先はですね、適当なところで好きな長さでこのように切り揃えていただければいいかと思います。これでベースができました。もうこれだけでも十分可愛いなと思いますが、これに先ほどのお花をくっつけていきます。くす玉のベースのこういった隙間にお花をこのようにして貼っていきます。で、接着剤をお花の後ろに点々とつけていただいて、でどこかね2箇所ぐらい貼れてればいいかなと思いますので、こんな感じでどんどん貼っていきます。上の方や下の方にも貼っていきます。で、たまには花の上にお花を重ねて貼っても可愛いかなと思います。で、このように全体に貼っていって、で気になるところが、なければそこで終了です。好きなだけ貼っていただいていいと思います。で、先の方はね、このように縛っておけば吊るすことができます。